はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は Steam で2022年3月下旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきます。来週の15日午前2時からは JRPG セールが開催されるので JRPG 作品が気になる方はチェックしてみてください。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報などを簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは日本語対応の作品から見ていきましょう。まずはじめに、チュニック。2022年3月17日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は24,600人。狐の少年が活躍するアクションアドベンチャー。ゼルダライクのような本作は、小さな狐となって 3D とボクセルを合わせたようなカラフルな世界を冒険していきます。ゲーム内容やストーリーがほぼメディアで語られていない本作は、この世界オリジナル言語などが登場し、未知な部分が多く、プレイヤー自身が謎めいた世界を冒険して紐解いていくといった展開になると思われます。冒険するフィールドには敵も出現し、攻撃する敵をロックオンするタイプの戦闘システム。戦闘アクションは剣を使った攻撃とどっちをロックして戦っていきます。ストアページにも秘密の遺物、秘密のテクニック、秘密のパズルと記載があり、秘密だらけの気になる作品です。チュニックは2022年3月17日リリース予定日本語対応の作品です。ミューテーショネム。2022年3月17日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は22,200人。キャラは 2D、背景は 3D の横スクロールアクション。舞台となるのはネオンがきらめくサイバーパンクシティ。剣や銃で戦うスタイリッシュな女性主人公のアンと相棒のハッカーアヤネが闇深いサイバーパンクの世界で様々な人たちと出会い、謎の地下組織や巨大企業との戦いに挑みます。ゲームシステムは探索パートとバトルパートに分かれているようで、探索パートでは主人公のアンが奥行きのある 3D マップを探索し、事件の手がかりやアイテムを探します。バトルパートでは横スクロールのアクションとなり、打撃、射撃、コンボ、手榴弾などを駆使して行く手を阻む敵をスタイリッシュに倒していきます。またキャラクター育成要素もあり、収集した武器にチップを挿入することでアンの能力が向上し、スキル、装備品をアップグレードすることもできるみたいです。ミューテーショネムは2022年3月17日リリース予定日本語対応の作品です。ラトゥズ。2022年3月19日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は544人。SF ホラーアクション。主人公は刑務所に入れられた囚人。捕まった囚人たちは武装した兵士に連れられ、たどり着いた部屋では白衣を着た科学者たちが待っていた。実はこの刑務所は政府が極秘裏に人体実験を行っている研究所だった。被験体となる囚人は一人ずつ注射を打たれ、囚人の一人がネズミの化け物になって暴走してしまいます。生き延びた囚人たちはマッドサイエンティストによって生み出された制御不能のミュータントから生き延び、刑務所から脱出するといった物語。行く手を阻む手強いトラップの数々。初見殺しが多く突っ込みどころの多いアクションメインのゲームです。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。ラトゥズは2022年3月19日リリース予定日本語対応の作品です。イトラ。2022年3月21日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は2530人。古代文明をイメージした 2D 横スクロールアクション。本作の舞台は古代のメキシコや南アメリカといったメソアメリカ文明をイメージした美しい世界。物語の主人公は記憶をなくした少女イトラ。この世界に残された人間はイトラだけ。もしそうなら他の人たちには一体何が起こってしまったのか。奇妙な仮面をつけた生き物たちが生息するこの世界で、自身の記憶を取り戻すとともに世界を消滅させるという黒き病の謎に迫る物語。喋る斧とともに冒険を繰り広げるイトラの動作や仕草などは200以上のアニメーションで作られており、アクションが非常に滑らかです。戦闘アクションは森や古代の神殿などのダンジョンでアイテムを手に入れることでダブルジャンプやジャンプ攻撃などのアクションが追加されていきます。
記憶を取り戻すとともにナフカンの地で様々なキャラクターと出会い、この世界に隠された謎に迫るアクションアドベンチャー。イトラは2022年3月21日リリース予定日本語対応の作品です。メモワールブルー。2022年3月24日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は570人。セリフのない雰囲気重視のナラティブアドベンチャー。若くして水泳選手として成功を収めた主人公のミリアムが母親と過ごした幼少期の思い出を回想していく物語。水をテーマに語られる本作はアパートの外に降る雨をはじめ目にするほとんど全てのものに水が登場します。ミリアムの子供時代の記憶から母親との複雑な関係を紐解いていく。ゲームにはセリフは一切なく、音楽とビジュアルでストーリーを表現し、ある特定の感情や感覚にプレイヤーが没入できるように設計されています。またグラフィックにも力が入っており、 3D と 2D の両方のアニメーションを取り入れることでゲームをより絵本に近づけるだけではなく、キャラクターに2つのスタイルを持たせる表現をしているとのことです。メモワールブルーは2022年3月24日リリース予定日本語対応の作品です。エクスペディションゼロ。2022年3月24日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は3630人。極寒のシベリアを舞台にしたサバイバルアドベンチャー。隕石の衝突で立ち入り禁止区域となったシベリアを舞台に、プレイヤーはソビエトの最新鋭科学チームエクスペディションゼロの最後の生存者となって森や廃墟となった研究施設の中を探索し、この異常事態の謎を解き明かしていきます。凍てつくシベリアの森林にはゾンビ化した人間や未知のクリーチャーが徘徊しており、それらの脅威とも対峙していかなくてはなりません。また脅威はモンスターだけではなく、気温の低下や吹雪などの自然の脅威といった極限の環境下を生き抜き謎に迫るアドベンチャー。エクスペディションゼロは2022年3月24日リリース予定日本語対応の作品です。ハイライズシティ。2022年3月25日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は6380人。大規模な都市建築コロニーシム。プレイヤーは自由に都市を建築し、都市が成長するごとに変化していく街の経済や資源、市民の需要と生産供給のバランスを取りながら街の運営を行っていくことになります。ギャンブルの合法化や大気汚染の抑止といった法律を制定できたり、都市運営に役立つ技術を研究して新技術を獲得すればより良い都市計画を実行できます。ハイライズシティは2022年3月25日リリース予定日本語対応の作品です。異界。2022年3月29日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は1360人。江戸時代の日本を舞台にした一人称視点のサイコホラー。日本の民間伝承や妖怪、幽霊などに影響を受けたスペインのゲームメーカーが作る和製ホラーアドベンチャー。主人公は理由あって神社で暮らしている巫女の直子。神主のいないある日、神社に異変が発生する。魑魅魍魎の巣窟となった神社で目を覚ました直子は、妖怪を封じるべく巫女として行動していきます。しかし、異形の存在に対抗する手段はほとんどなく、唯一の対抗手段はお札を使って解き放たれた妖怪を封じ込めること。リアルなグラフィックや恐怖を煽るサウンドなど、かなり怖そうな作品です。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。異界は2022年3月29日リリース予定日本語対応の作品です。インディーズライズ。2022年3月31日リリース予定。開発会社の方の話ではリリースとともに日本語対応の予定とのことです。フォロワー数は347人。ローグライクなデッキ構築型のカードゲーム。9人のキャラクターから1人を選択し、ランダム生成されたマップでカードを1つ選択してデッキを強化しながらダンジョンを探索していきます。特徴は多彩な天部システムと仲間システム。職業やデッキビルドに合わせて200以上の天部と呼ばれるパッシブスキルでキャラを強化できたり、仲間システムではそれぞれに特徴のある仲間をチームに加えることができ、戦術性の広いバトルを楽しめる作品です。インディーズライズは2022年3月31日リリース予定日本語対応予定の作品です。はい、ここからは日本語未対応の作品の紹介です。
スピリット・オブ・ジ・アイランド。2022年3月16日リリース予定日本語未対応の作品です。フォロワー数は4900人。南国の島を舞台にしたライフシミュレーション RPG。プレイヤーは故郷の伝統にある成人の儀式を終えるためには発見の旅に出なければならないという伝統に従い、遥か遠い南国の島で新生活を始めます。新天地に移り住んだ主人公は、かつて観光名所として栄えていた南国の島を探索し、地元の人々と出会い、以前のように輝きと活気のある街を取り戻す手助けをしながら、過去の自分を再発見することになっていきます。自由度の高い本作はスローライフを楽しみながらも、スキルをレベルアップして数百にも及ぶレシピをアンロックしたり、様々なアイテムをクラフトしたりとやることは盛りだくさん。新たな観光スポットを作って世界中から観光客を呼び込み、再び活気のあふれる街へと導きましょう。本作は最大2人でマルチプレイにも対応しており、体験版もあるので気になる方はチェックしてみてください。スピリット・オブ・ジ・アイランドは2022年3月16日リリース予定日本語未対応の作品です。This Means Warp。2022年3月17日リリース予定日本語未対応の作品です。フォロワー数は2090人。最大4人で楽しめる SF サバイバルアクション。宇宙を舞台にした本作はランダム生成されたマップを進み、敵との戦闘やイベントで手に入れたアイテムで宇宙船を強化しながらフレンドと協力して宇宙を旅していくといった内容です。戦闘はリアルタイムで進行し、攻撃、弾の補充、船の修繕などそれぞれが役割を分担して敵の艦隊を沈めなければなりません。武器や船のアップグレードも豊富に用意され、自分たちのプレイスタイルに合った船にカスタマイズすることができます。体験版もあるので気になる方はチェックしてみてください。This Means Warp は2022年3月17日リリース予定日本語未対応の作品です。The Planet Crafter。2022年3月25日リリース予定日本語未対応の作品です。フォロワー数は22,190人。惑星をテラフォーミングするクラフトサバイバルゲーム。鉱山資源しかない不毛の惑星を人間が住むことのできる緑豊かな惑星へとテラフォーミングしていくゲームです。プレイヤーは体力、水、酸素といったパラメーターに気をつけながら生き延びるために鉱山資源を収集して居住コロニーや発電機などを作り出していきます。テラフォーミングが進むにつれ新しい施設がアンロックされていきます。謎に包まれたこの未知の惑星には墜落した古い宇宙船があったり、危険な砂嵐が吹き荒れ、流星群が惑星に降り注ぐこともあります。過酷な環境を生き抜き、未開の惑星を人類が住むことのできる環境へと変えていくサバイバルゲーム。ザ・プラネットクラフターは2022年3月25日リリース予定日本語未対応の作品です。はい、今回は Steam で2022年3月下旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきました。来週の15日午前2時からは JRPG セールが開催されるので、JRPG 作品が気になる方はチェックしてみてください。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報などを簡単にわかりやすく紹介しております。その他にも PC ゲームを始めてみたいという方に向けた Steam の始め方についても動画にしていますので参考にしていただければと思います。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆さん明日も良い一日になりますように次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。